こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、一気に不景気になりまして、そういったことが原因で借金がですね、返済できない。そういった時にどうしたらいいかっていうことについて解説していきたいと思います。ですね、僕自身、会社をですね、5年前に起こしてですね、不動産買うために銀行からですね、いろいろ借金をしたりとかもしている状況です。そういった時にね、もし自分自身がね、借金返せなかったらどうするんだろう。それでいろいろ調べたりとかね、したことがありました。その時のね、経験をもとに、もしね、借金返せないぐらいになってしまったらどうするべきか、わかりやすく解説していきたいと思います。弁護士さんとかにもね、いろいろ相談している時がありますので、これから間違いなくですね、もう不景気が来ると思います。これだけお店が閉まっていて物が売れない。世界中が大パニックになっている。もうそれはね、間違いないと思います。で、例えば株価が大暴落してですね、信用取引で借金ができてしまった。そういった方もですね、ツイッターとかで見かけることもあります。また、会社からリストラされてですね、住宅ローンが払えなくなってしまったとかですね、借金返せなくなってしまった、そういった方もいらっしゃると思います。で例えばお店をですね、オープンするときにお金を借りてオープンして、でもお店がですね、開けられなくなってしまって、お客さん誰も来なくなってしまった。例えばホテルを開業してですね、ダメになってしまった。そういうふうにですね、借金をしてビジネスされたりとかですね、思わぬこの今回のケースでコロナの影響でですね、借金ができてしまった。そういった時にどうするべきか。これね、くれぐれもね、早まって、死んでしまったりとか絶対やめてください。すごいいい方法がありまして、これ僕は、絶対これをやると思ってるんですけれども、最悪の場合は絶対ですね、自己破産。間違いなく僕は自己破産します。で、なんでかっていうと、思ったよりね、悪いものではないんですよね。もちろんね、破産してしまって、相手のですね、債権者に対しては迷惑かけてしまうっていうのはあるんですけれども、この破産する側としてはですね、そんなに悪いデメリットはないなっていうふうに僕は考えてまして、これぐらいであればね、もともとね、破産してもそれで死ねっていうわけではなくって、人生やり直せるっていうことで、もともとこの破産の制度ってあるので、その制度をですね、普通に、法律にのっとって使うっていうことなので、別に悪いことではないかなっていうふうに思ってます。で、自己破産のですね、メリットとかデメリットとか、どういった方なのっていうのをね、弁護士さんとか聞きながらちょっと作ったので解説していきます。で、よく、ある質問としてはですね、例えば、戸籍に乗るんですかとかね、自己破産したら、そういうの気になる方いらっしゃると思うんですけれども、これはですね、戸籍には乗らないそうですね。なので、実際は何もですね、変わらないような感じになってます。で、すべての財産を失ってしまうのか、自己破産すると。それはどうかっていうと、それはですね、すべては失わないみたいで、99万円は残せるとのことですね。例えば家電とか、そういったものはもう一応価値ゼロっていうふうに見てくれたりとかするので、99万円分の現金と、あとは、家財道具みたいなのを残せるっていうのがですね、一般的な破産のようです。だから99万円残るんだったら、残せるみたいなので、そこは残してやめれる。もう裸一貫でね、じゃあ今から生きろっていうわけではないみたいなので、それはね、そうなんだっていう、最悪ね、99万円あれば全然ですね、ある方かなと思います。で、会社にバレないっていう風な気にされる方いるんですけども、会社にはですね、会社が積極的に調べてない限りはバレないみたいですね。官報には載るので、それを会社がチェックしてればわかるかもしれないですけど、でも普通は見ないのでですね、基本わからないっていうのが一般的です。っていうかむしろ、自己破産せずにいると、会社に対して債権の差し押さえとか言ったりとかすると、給料の差し押さえとかですね、すると、分かってしまうっていうのがあるようなので、その辺もですね、いろいろ弁護士さんとかと相談した方がいいかなと思ったりします。で、あと破産しましたって宣告してから先の給料は全部自分のものになるらしいんですけども、破産宣告する前のものっていうのは、借金返さなきゃいけなくなるので、ダメな場合は早く破産した方が、そこから先のね、一回リセットしてから給料いっぱいもらって貯金ができるっていう風になるので、一旦ね、もし給料もらえてる状態でもうそれで返済しきれないよ、借金が多くて利息がダメだよっていう場合は、なるべく早めにやった方が、そこはですね、自分の財産も築けやすいみたいですね。で、家を追い出されるか、賃貸でね、アパートね、マンション出てけとか言われるかっていうと、家賃をですね、滞納してなければ基本はですね、問題ないそうです。家賃をね、滞納、家賃すらも払えなくなったとしても、相談すればですね、いろいろ家にいるっていうことは多分可能だと思います。結構住む人の権利っていうのがね、強かったりとかするので、そういうような状態です。じゃあ、デメリットは何なのかっていうところなんですけれども、これね、あんまりないんですよね。例えば、これ一番デメリットかもしれないですね。連帯保証人に迷惑がかかってしまうところですね。
例えば僕が借りて、例えばなんか誰かにですね、友達に連帯保証になってくれっていう風になってしまったらですね、で、僕が破産したっていう風になると、その友達に全部ですね、借金の、督促がいってしまうんで、なので、連帯保証人にはですね、基本、友達であろうといくら仲良くなろうとも、絶対やめた方がいいですし、家族のね、やつは、家族の連帯保証にもできれば、不動産投資だとね、結構家族の連帯保証になるっていうケースが多いんですけども、なるべくはね、やめといた方がいいかなっていうふうに思いますね。結局ね、自分が借りたようなもんだっていう覚悟で相手が、返せないってなった瞬間、全部自分に来る。そこまで覚悟して、連帯保証になるのはいいと思います。それを知らなくって、こんなはずじゃなかったって人はよくいますね。で、あと、デメリットとしては、信用情報に載ってしまうってことで、自己破産した場合は、10年ぐらいですね、乗るみたいで、そこのクレジットカード作れないとか、ローン使えないとか、そういうのはあるそうですね。で、官報に乗るっていうのは、これが問題、若干デメリットですね。これもね、本当官報って法務局かなちょっとわかんないですけど、そういったところ行かないと見れないものみたいですね。僕は見たことないんですけども。で、一回、去年なんか破産者マップみたいなのが出て、官報の情報全部載せるみたいなのがあったんで、そういう風になってくるとちょっと載っちゃうかもしれないですね。あれも、むちゃくちゃ、大問題になって、アクセスオーバーしまくって落ちたんで、もう一回やるかどうかってちょっとわかんないですけども、官報、載ってしまって、それをネットに上げられる可能性はゼロではないですね。ただ訴訟とかになってたりとかするので、これ結構複雑な問題だと思います。あともし、その資格業とかなんか、その弁護士さんとかですね、だったりとかすると、資格を失ってしまうというのがあるので、自己破産した場合は、そういうのはない。あとね、家を、もし持ち家だったら、それを一回、売却しないといけないとか、そういったところもちょっと出てきたりするようですね。で、そういうふうに、あと株でですね、信用取引で借金してしまった場合は、僕もこれね、勘違いしてたんですけども、自己破産できないっていうふうに思い込んでた。なんかそういう噂が流れてたんですけれども、これね、弁護士さんとか聞いてみると、自己破産はですね、認められ、条文があるみたいなんですけど、一応認められることができるみたいなので、FX とかで滑ったりとかして、とんでもない金額の借金できてしまったとしても、一応やり直すことはできる。自己破産は可能なようですね。これちょっと僕も、間違って動画で、前の動画とか言っちゃってるとこあるかもしれないですけども、だからといってね、信用取引でもうギャンブルみたいなのは絶対やめた方がいいんですけれども、借金、自己破産で、消せれるそうですね。なので、もし借金で悩んでる場合は、本当にですね、自分だったらですよ、絶対弁護士さんとかに、相談するのがおすすめかなと思います。そういう、信頼できる弁護士さんはいろんなケース見てるんで、どうしたらいいかっていうのをね、考えてくれると思うんで、やっぱ、追い詰められると正常な判断できないので、どうしても最悪な方向にね、行っちゃうってケースがあるんで、とにかくそういう、いろんなケースを見てきてる、客観視してアドバイスくれる弁護士さんとかに相談するのが僕だったらいいかなと思います。で、やっぱ一人でね、悩んでてもやっぱ追い詰められるし、で、やっぱ借金取りって、法律も詳しいんで上手なんですよね。何は金、僕もね、闇金の取り立てみたいに思われる時あるんですけれども、別にだから詳しいわけではないんですが、何は金融度とか見てると、やっぱ法律詳しい人がですね、無知な人をはめ込むみたいなのがやっぱいっぱいあるんですよね。例えば時効、これちょっと漢字違うんですけど、時効を過ぎた場合の借金とかも、一回本当は、ないっていうふうに認められるんですけど、一回でも少しでも払っちゃったら、時効を過ぎても、債務を認めたってことになっちゃって、その後払い続けなきゃいけないとかですね、そういうこともあるみたいで、あと過払い金問題とかもね、最近ちょっと一安楽したと思うんですけれども、過払い金で、グレーゾーン金利とかのやつは過払い金で返ってくるっていう判例ができたりとかしたんで、そういうのを一気にやったりとか、いろんな方法があるんで、うまいことね、何も自己破産だけではないと思うんで、総合的に見てね、任意整理とか、僕も任売の物件ね、買ったことあるんですけども、自己破産裁判所を通してですね、破産管財人弁護士さんから物件を買ったことがあるんですけども、そういうふうにいろいろ、弁護士さんが、債務をですね、整理してくれたりとか、いろんな方法があるので、相談するのがいいかなと思います。あと、お金がね、かかってしまう、無料相談やってるとこもあったりとかするので、弁護士さんで。そういったとことか、あと、法テラスっていうのがあって、比較的ですね、比較的安く相談受けれるようなとこもあったりとかします。無料の相談とかもあったりするみたいなので、検索すると出てくると思います。っていうことで、あと銀行の返済ができないっていうのもね、結構住宅ローンとかいろいろ出てくると思うんで、そういった場合ね、銀行に相談するのもありかなっていうふうに思ってます。で、銀行に相談することで、返済をね、緩めてくれたりとかするケースはありますね。リスケとか言ったりするんですけども。なので、
いきなりその返済滞ってしまった後になるともうなんか大問題になるので、もうちょっと事前に相談するとかっていうのはありなのかなと思ったりします。ちょっと返済について厳しいんですけどどうしたらいいでしょうかとかってありかなと思ったりしますね。多分、いきなり返済がね、滞っちゃうと銀行としてもなんかその信頼関係っていうのを失っちゃったりとかすると思うんで、そこはね、ちょっと弁護士さんとか相談しながら進めるのがいいかなと思います。僕だと多分事前に相談しますね。あとこれもね、最近出たんですけど、駿河銀行の不正融資問題っていうのがあって、これね、驚きの判決っていうか結果になって、シェアハウス、かぼちゃの馬車っていうのに駿河銀行がむちゃくちゃ不正融資してたんですけれども、もともと5000万ぐらいの物件にですね、1億とか、バカみたいに高い金額を融資して、で、もともとサラリーマンは、素人だったんで、5000万ぐらいの物件、5000万のものに1億5000とかで買っちゃってたんですよ。いろいろちょっとなんかこう、夢を見せられて。その人たちにも責任あるかないかとかいろいろ問題あるんですけども、とにかくこれ不動産のね、ほんと恐ろしいとこなんで、これガチなんでね、5000万のものを、5000万ぐらい建てれる価値のないものを1億5000とかで3倍の価格で売ったりとかあるんですよ。で、それを買っちゃうんですよ。しかも融資出しちゃうから買えちゃうんですよ。買った後は地獄ですよ。こんなもん。だって売ったとしても5000万でしか売れないのに借金1億5000あるんだから。で、そういうので不正融資、駿河銀行が不正融資してたんで、で、そのシェアハウス売ってた会社破産しましたと。家賃報酬ありますよって言ってですね、すぐ破産しましたってことで。で、その買った人はどうすることもできないんで、駿河銀行にですね、訴訟、いろいろ借金チャラにしろとかいろいろ言って、揉めに揉めてですね、もう2年半ぐらい経つと思うんですけど、この問題出てから。で、大きな進展があって、3月25ですね、先日、そのシェアハウス手放して、もう、返しますと。返すって表現はおかしいんですけども、物件を駿河銀行にこう渡せば、もう借金は帳消しにみたいなのがですね、それで和解するみたいなのがちょっと報道出てましたね。これいう、アメリカとかだと一般的に、ノンリコースローンとか言ったりして、普通だったりするんですけど、日本だともうかなり、異例で、なかなかないやつですね。なのでこういう、ケースもあったりとかするので、で、本当ね、もう、ちょっとニュースとかではね、本当これ、駿河のこのカボチャを買ってしまった方で、借金返せなくなってしまって、ちょっと自殺された方がいたとかね、そういうのも報道出たりとかしてます。でもやっぱりこう、いろいろ相談して、ちゃんと対処することで、自己破産したりとかすることでも借金帳消しまで行ったりとかね、することもできるので、やっぱりね、いろんな法律家とか専門家に相談して、とにかく早まったことはですね、しない方がいいのかなっていうふうに。で、特に一人悩んじゃうとそういうふうに言っちゃうんで、本当ね、誰か信頼できる人、弁護士さんに相談するのがいいかなと思います。でそういう弱みにね、弱みにつけ込んでくる詐欺師みたいなのいっぱいいるんで、それはまた難しいところなんですよね。駿河ハウス、このかぼちゃ救済セミナーとか言ってなんかカモを集めたりするようのもあったりするんで、これ非常に難しいんですけどね。なので、借金が増えてしまった場合は、本当ね、弁護士さんとかですね、そういう債務整理の、専門家に相談して、一人で悩まないっていうのはですね、自分だったらそうするし、人にもね、お勧めしますね。思ってるほど自己破産って悪いもんではないので、僕だったら本当自己破産、最後の最後ね、ビジネスやってる以上絶対リスクは取るんで、もしね、借金返せなくなったとかなると、もう本当自己破産をね、まず視野に入れざるを得ないなと思ってます。そうすることでね、最悪の事態は、心のね、余裕がちょっとじゃできると。で、連帯保証人になると、もうそういうふうに、連帯保証人全部借金いっちゃったりするんで、連帯保証人にはならない方がね、本当自分が借りるもんだというふうな勢いでやった方がいいと思います。あと、正しい知識をね、やっぱ法律で知ってればいいですけど、知らなかったらね、あえて教えてくれるところないので、知っておいた方がいいと思います。で、この弁護士加藤先生っていうのはですね、弁護士 YouTuber って、この自己破産のね、デメリットとか、あと、自己破産どうやるのとかってね、本当詳しく解説されてるんで、詳細欄貼っとくんで、これね、絶対見といた方がいいですね。誰しもこういう風にね、なり得るっていう、リスクはあるし、もしなってしまった場合に、こうすればいいんだっていうのを知っておくだけでね、その、手順が一つ、その手数っていうか、武器が一つ増えるわけですよね。知らないとね、もう死ぬしかないんだっていう風になっちゃうかもしれないけど、なので、投資家とか結構最悪な場合自己破産すればいいやっていう風に、考えてる人はですね、いると思います。うん。莫大な。それがね、今のビジネスあるんで、もちろんね、貸した人には悪いっていうのはあるんですけども、でも貸した方もそういうね、貸して
金利を取ってっていう風にやるので、まあそういうリスクを織り込んだビジネスになっているので、まあこれはまあ普通のことかなと。まあそうやってね、資本主義って発展してきているので、どうしても一定の割合で破産する人が出てきてしまうっていうのが、今回かなと思います。なのでちょっとぜひですね、詳細の貼っておくんでよかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。またですね、コメント、高評価いつもありがとうございます。役に立つ情報を発信してるんで、役に立ったらですね、チャンネル登録、また、コメントとかですね、書いていただけるとすごい嬉しいですし、まあ、Twitter とかでシェアしていただけると喜びます。またですね、Twitter で有益な情報を発信してるのでよかったらフォローしてください。あと最近、インスタとですね、Facebook ページやってるんで、詳細欄見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。今日は焼肉行って、温泉行ってきました。ウェイ。